私は今、兄の奥さん、つまり義士の後を追っている。兄ではない別の男性と腕を組み、仲良さそうに歩いているところを目撃してしまったからだ。しばらく尾行していると、二人はある場所に入っていく。その場所を見て私は絶句した。私の名前はあゆみ、20歳。私と兄のゆうすけは10歳年が離れていて、兄は私が生まれた時から、ひょっとしたら親以上に私を可愛がっていたかもしれないと両親から言われていた。そりゃそうだ。大事な妹なんだからと、兄は笑いながら私の頭を撫でた。やめてよね。なんて言いながらも嬉しくて私は笑っていた。今日は兄のお嫁さんになる人、私のお姉さんが来る日だ。窓を開けていると、すっと気持ちの良い風が吹いてくる。桜が終わり、爽やかな夏の訪れを感じさせてくれた。天気も良くて、兄も両親も幸せそうで、私はなんだかうとうとしてしまい、まどろみの中、いろんなことを思い出していた。小さい頃から、お兄ちゃん、お兄ちゃんと後ろをついていったりして、時には自分の友達と遊びに行く兄を困らせたりしていた。最終的には兄が折れて、私を一緒に連れて行って遊んでくれた。そうやって、いつも兄のそばから離れなかった、いわゆるお兄ちゃんっ子な私が、兄が大学入学と同時に一人暮らしをすると言って家を出ると決まった時、泣きじゃくったのは言うまでもない。両親も兄も一生懸命私をなだめて、いつでも遊びに来ていいし、しょっちゅう帰ってくるからと兄に言われてしぶしぶ了承した。その言葉通り、兄は在学中も社会人になってからもしょっちゅう実家に帰ってきていたし、私も一人暮らしの兄の家に遊びに行ったりしていた。一緒に買い物をしていると、偶然会った兄の友人や店員さんからカップルと間違えられることもあり、違いますと必死で否定することも少なくなかった。恥ずかしくて仲が良すぎるのも考えものかなと自分で少し反省してしまったりしているけれど、兄は周りのことなど気にせずに、いつも変わりなく私に接してくれている。そんな優しくて家族思いでかっこいいまっすぐな兄が私は大好きだ。嬉しいこと、悲しいこと、すべて真っ先に相談できる頼もしい存在。いつまでもずっとこうやってみんなで楽しく過ごしたいなと思っていた。いつものように実家に遊びに来ていた兄が話があるとリビングに家族を呼んだ。結婚を考えている人がいるとの話だった。大手商社に就職して以来、仕事の毎日だったのに彼女がいて、しかも結婚だなんてと、私は驚いたが、兄の幸せそうな声を聞くと、私まで嬉しくなった。兄に寄り添ってくれる人ができた。こんなに嬉しいことはない。私は泣くのをこらえて、おめでとうと言った。兄は照れくさそうに笑い、今度の週末に彼女に会ってほしいと言って実家を後にした。その日の夜、私はどんな人なんだろう。優しい人ならいいな。兄を大切にしてくれたらいいな。そんなことを考えながら眠りについた。あゆみ、起きなさい。そろそろ時間よ。そう母に言われて、うとうとしていた私はハッとした。そうだ、もうすぐ彼女が来る時間だった。私は急いで洗面所で身支度をしてリビングへ行った。近くに来たら連絡すると兄には言ってあるそうで、兄は先に家で待っていた。いよいよかと思うと、私も両親もさっきまでの空気が嘘みたいに緊張してしまい、そわそわしていた。約束の時間から10分ほど経ってから兄の携帯が鳴った。話し終わると兄は彼女を迎えに外に出て行った。そして数分後、ドアの開く音がすると、母は急いで玄関へ出迎えに行き、私と父は背筋を伸ばしてソファーに座った。兄と母に促されて入ってきた女性を見て、私は思わず息を飲んだ。なんて綺麗な人なんだろう。美人という言葉以外、私には出てこなかった。久しぶりに
こんな綺麗な人に私は思わず見とれてしまった。それに香水だろうか、とてもいい香りがした。誰も話さずしんとしている中、兄が口を開いた。こちらがお付き合いしているゆいかさん。ゆいか、俺の両親と妹のあゆみだよ。私はその言葉にハッとして、はじめまして、と挨拶をした。だが、ゆいかと紹介された女性は、ぺこりと頭を下げただけで一言も発さない。みんなが困っていると、兄は緊張しているんだと言ってその場を取り持ってくれた。その後も、私や両親が、二人はどんなところで、どんな時に出会って、どんなところにデートに行くのかなんて、いろいろ話題を振るが、すべて兄が答え、それに彼女が、ええとか、はいとか、返事をするだけで、なんだか心がこの場所にないような感じがした。そうして会話も弾まないまま二人が家を後にし、私には異様な疲れが襲ってきた。緊張していたとはいえ、結婚の挨拶ってこんな感じなのかなと私は不思議に思ったが、兄のあんなに嬉しそうで幸せそうな様子を見たら何も言えなかった。ただ、結婚したら実家の近くに引っ越してくると兄は言っていたので、近くに住んでみんなで食事をしたり、遊びに行ったりするといつか仲良くなれるかもしれないと思った。それから間もなくして兄たちは籍を入れた。義士は結婚式には興味がないということで、書面のみのあっさりとしたものだった。婚姻届を書きに実家に二人で来た時も、相変わらず義士は表情一つ変えず黙ったままだった。二人のことだから私が口出ししてはおかしいと思ったが、少しずつ両親と私の中に不安が広がっていった。そして特に交流のないまま兄が結婚して3年の月日が経っていた。結婚してから兄夫妻がやってくるのは正月だけで、挨拶をしたら義士が促してすぐに帰ってしまっていた。その後決まって私は悲しくなった。きっと私や両親と兄夫妻でいろんなところに行ったり、ご飯を食べたり、時には義士から兄への愚痴の電話がかかってきて、二人で内緒話したりするんだろうなぁと、私が勝手に思い描いていた未来は一つもなかった。毎年の誕生日のお祝いも、今年からは義士もいて楽しいだろうなぁと思っていたそれは、あっさりと砕かれて、父や母の誕生日にはこんなに近くに住んでいるのに、宅配便でプレゼントが送られてきた。両親があまりにもがっかりしていた時には、たまらず兄に電話をしたが、実家に行くことを妻がいい顔しないからと申し訳なさそうに言われた。また必ず顔を出すからと言って、兄夫婦はこの3年の間に3回しか実家に来ることはなかった。結婚して自分の家族を大事にすることは素敵なことだが、兄が離れていくことがたまらなく辛かった。あんなに仲が良かったのに、こうやって行き来しない、交流を持たないということに慣れてしまうのかな。そう思うと私は目頭が熱くなった。唯一の救いは兄からの電話や LINE があることだった。だがその内容で両親や私はまた一層の不安を感じることになっているのを兄は気がついていなかった。義士は今はランチに行っているとか、今週は旅行に行ってるとか、昨日は何を買ってあげたとか、バッグを買うのに隣の県まで連れて行ったとか、こんな料理を作ってあげたとか、毎回そんな内容の電話や写真とメッセージを送ってきていた。両親や私が心配しても、兄は全く気にしていない様子だった。家事はできる方がすればいいし、専業主婦で自由なお金がないから出してあげてる。主婦だってストレス溜まるんだよと、義士の行動すべてを容認していた。家事も苦手だからと任せっきりで、兄の給料も湯水のように使っている様子を、私は義士が兄の優しさにつけ込んでいるような気がして、初めて兄に対してもどかしい気持ちを持った。けれど、兄のまっすぐに義士を好きだという気持ちを否定する権利は私にはなかったし、それはしてはいけないと思っている。このまま心に重い何かを抱えたまま毎日過ごさないといけないのかな、なんて思うと少しだけ頭痛がした。ある日、友達であるのぞみからの LINE が届き、明日飲みに行こうとの誘いだった。
私はずっとモヤモヤを抱えたままだったので、二つ返事で了承した。タイミングのいいのぞみからの誘いに、私は髪も乾かさずに携帯をいじっていて、くしゅんとくしゃみをした。心なしか寒気もする。それでもダラダラとしている様子を母から怒られてしまい、私は慌てて洗面所へと向かった。その途中、ふと窓の外に目をやると、土砂降りの雨が降っていた。その時、なぜか義士の香水の香りを思い出し、胸がざわついた。スーッと深呼吸をして、明日は雨が降らないといいなぁと思いながら、髪を溶かし眠りについた。そして当日を迎え、無事に晴れた空に向かって、私は大きく伸びをした。なんだか最近は忙しくて、ろくにのぞみと会えていない。今日は思いっきり楽しもうと、いそいそと私は出かけていった。待ち合わせ場所に行くと、のぞみはすでに到着していて、私に気づくとニコニコしながら手を振っていた。穏やかな笑顔に私はほっとした。のぞみとは小さい時から両親ともに仲が良くて何でも話せる。私にとっては家族のような存在だ。お互いに進学したり就職したりと子供の時のように会うことはできなくなっていたが、それでもいつもお互いを気にかけて連絡は取り合っていた。いろいろ話しながらどこにしようかと店を探していると女性の笑い声がして、私はなんとなく振り返った。綺麗な女性が男の人と腕を組んで楽しそうに歩いていた。その女性はとても義士に似ていたが、隣の男性はどう見ても兄ではない。あゆみ？どうしたの？大丈夫？そういうのぞみの手を引き、女性の方へと顔を伏せて向かいすれ違う。昨日思い出したあの香りだった。ごめん、のぞみ。お願いがある。そう言って事情を話すと、のぞみと私は女性たちの後をつけた。本当にあれは義士なんだろうか。だとしたらあの男性は、友達ではないのは一目瞭然で、女性の方は腕に絡んで肩に頭を乗せたりしている。二人ともお酒を飲んでいるのか終始ご機嫌だ。お酒と自分たちの世界に溺れているようで、こちらには全く気づかないが、確認すればするほど、私が3年前に思わず見とれた女性、義士だった。私はすっかり鼻についた香りに胸焼けを起こしながら夢中に後をつけた。私も周りが見えていなかった。のぞみが私の名前を呼んでぐっと引っ張り、はっとした私は義士たちが向かっていた場所を見て絶句した。そこはあまりにも私たちがいるには場違いなホテル街だった。立ち尽くしていると義士たちはその中の一つへと入っていった。入っていった先をずっと見ていた私は思わずしゃがみ込み泣いてしまった。この時間なら兄は家に帰ってきていつものようにあなたのために料理を作っているだろう。家事が苦手なあなたの代わりに掃除をしてくれていることだろう。帰ってくるまで次はどこに連れて行ってあげよう。何を買ってあげよう。そうやってあなたを喜ばせようとしている兄をあなたはどう思うのだろう。なぜ私が否定しなかった兄の気持ちを、あなたが否定するようなことをしているの。こんなことを心で姉に訴えながら、私はいつまでもその場所から動けないでいた。結局その日はお酒を飲む気分にはなれず、のぞみの家に泊まり、今の状況を話した。今までのもやもやと抱えていた気持ちも、今日のことも、泣きながらめちゃくちゃに話した。のぞみは背中をさすりながら一つ一つ丁寧に聞いてくれた。落ち着いてくると少し休んだ方がいいとのぞみが用意してくれた布団に私は潜り込んだ。この事実を知って一番傷つくのは誰でもない兄だ。話すことで何をしててもいつも義士を大切に思っている兄を私が傷つけてしまう。二人の仲を壊すことになる。それでもいいのか？答えの出ないまま私は眠れずにいた。数日経ってもあの時の胸焼けと暗い感情は晴れることがなく、憂鬱な日々を過ごしていた。そんな時、兄から写真が送られてきた。バッグの写真だ。その後にこのバッグってお前の？とメッセージが入った。私はその写真のバッグを見て、あの日見た義士の持っていたものだと思い出し、
どう返信するべきか迷っていると、兄からの着信が入った。急にごめんな。あのバッグってさ、お前とか母さんのじゃないよな。実家に行くわけないし、家に来たとも聞いてないから違うとは思ったんだけど。そうだね。私もお母さんも持ってないよ。どうしたの？いや、妻が持ってたから。ちなみにいくらなんだろう。雑誌に載ってるの見たけど、60万ぐらいだったと思うよ。お兄ちゃんが買ったんじゃないの？休みの日にいつものようにランチに出かける義士のバッグを見て違和感があったそうだ。一緒に買ったものでも、それを欲しいと言ったこともなかったそうだ。バッグの値段を聞いて兄は驚き、そんなお金を渡したり管理させたりはしていないと言った。その話を聞いていると、あの日の光景が蘇り、この後に及んでもまだ義士を信じようとしている兄に、あの日のことを打ち明けた。兄は落ち着いて聞いてくれた。そして、よく話してくれたと優しい声で言った。でも泣くのを我慢している声だった。私はその声を聞いて、話すべきではなかったかもしれないと思い、何度もごめんなさいと言った。兄はショックだけど、知らないといけないことだったと言って電話を切った。その電話から連絡を取らないまま数ヶ月が過ぎ、兄から久しぶりの電話があった。あれから落ち込んでばかりではダメだと兄はいろいろ手を使い、義士のことについて調べたそうだ。すると、義士は今までも結婚していようがしてなかろうが、立場が何であろうが、お金を持っていそうな男性を狙い、自分に貢がせるだけ貢がせて贅沢な生活をし、自分にお金を使ってくれないと判断した途端に去っていくということを繰り返していたそうだ。兄と結婚したのも大手商社勤めで贅沢ができると思ったのだろう。そして優しさのもとで好き勝手を繰り返していたのだろう。私はそれを聞いてとんでもなく怒りが湧いた。これからどうするのかと聞くと、離婚して忘れようと思うと言った。そして、何度も家族を大切にしてほしい。家で一緒に過ごしてほしいと言ったけど、今日までそれは聞き入れてくれなかった。俺、かっこ悪いな。そう力なく言った。私は一緒に悲しい気持ちになっていたが、気持ちを持ち直し、離婚するなら慰謝料を請求しようと言った。だが、兄は証拠なんてないからと乗り気ではなかったが、私に考えがあると言って、後日、のぞみと3人で会う約束をした。のぞみと2人で待ち合わせ場所にいると、兄がやってきた。のぞみが、お久しぶりですと挨拶をすると、兄は一瞬考えて、のぞみちゃん大きくなったなぁと、懐かしむ声で言った。表情は変わらず優しかったが、どこかやつれて疲れている様子に、私は胸が締め付けられた。こんな状態にしている義士へ、ますます怒りが湧いた。場所を移動して3人で昔話をしたりしながら、義士の浮気の証拠をつかむ計画を立てた。兄は2人にそんなことさせられないと反対していたが、私も望みも譲らなかった。小さい時からいつも私を大切に見守って励ましてくれた兄を、今度は自分が助けたかった。そして望みも、私も、小さい時にお兄さんに遊んでもらって嬉しかったんです。それに、あゆみがお兄さんが苦しんでることで辛い思いをしているのは見たくありません。だからどうか私たちに任せてください。と言った。兄は考えてから危険なことはしないようにと私たちに言って計画を進めた。それから数日経ったある日、私とのぞみはあの日義士を見たホテル街のそばにいた。きっと今日だと思うと兄から義士の予定を聞き出していた。もしかしたら来ないかもしれない。また別の日になるかもしれないし、いつ証拠がつかめるかもわからない。けれど、兄を苦しめた義士を私は到底許すことができない。少しでも自分のしたことの愚かさを分かってほしい。そのためには証拠をつかむまでどれだけでも繰り返そうと思った。けれど、チャンスは思いがけずにすぐにやってきた。私と望みの前をすっと男女が通過していった。この香り、後ろ姿に目をやると間違いなかった。あの日と同じように男性と楽しそうに歩いている。私と望みは後をつけ、ホテルに入っていくところを何枚も写真を撮った。そしてすぐに兄の元へと帰り、今後の話し合いをした。
それからその写真をもとに、兄は弁護士のもとへ行き、義士と離婚する準備を整えた。何度も兄はくじけそうになっていたが、私とのぞみはそれを必死でできる限りで支えた。兄もそれに応えるように着々と準備を進めていった。準備が整い、私はある日曜日、兄の家に行った。結婚して兄夫婦の家に来るのがまさかこんな形になるなんて思ってもみなかった。兄にリビングに連れて行かれると義士がいた。私を睨みつけて出て行こうとしたが、兄が話があると言ってそれを遮った。何かしらね。私は話なんてないし、忙しいんだけど。他人の相手をしている時間なんてないのよ。他人ですか？そうですね。他人になるために今日は来ました。どういう意味かとさらに睨む義士に証拠の写真を差し出した。言い訳をするかと思ったが、バレてたの？めんどくさい。もういいわ。離婚でしょ？好きにしたらいいわ。あんた、いいところ勤めてるから、もっと贅沢できるかと思ったけど、いまいちだった。まあ、何にもしなくて遊んで暮らせてたのだけは良かったけどね。悪びれる様子もなく、義士は笑いながら言った。ああ、これがこの人の本性だったのかと、私は今日までの義士へ対する怒りの感情が高ぶり、義士に向かって手を挙げた。それを止めたのは兄だ。私は止められてその場で泣き崩れた。そして兄は優しく、私の頭を撫でて、ごめんと言った。俺は、大切にしてきたつもりだった。お前との生活もすれ違いが多かったけど、楽しかった。今も嫌いかって言われたら嫌いじゃない。本当に好きだったから。でも、取り返しのつかないこともこの世にあるんだってことを一度分かった方がいい。お前は人を甘く見すぎだ。兄は義士に向かってそう言った。義士は何も言わずに家を出て行った。残された私たちは兄の荷物をまとめて実家へと戻って行った。久しぶりにつなぐ兄の手はなんだか痩せ細ってしまっていたけれど、とても温かかった。それからまた家族4人の生活が始まった。兄は義士としばらく慰謝料のことで揉めていたようだが、無事に浮気相手と義士から慰謝料を取ることができて離婚した。慰謝料はどちらからも一括で振り込まれたそうだけど、きっとこの金はあの時の浮気相手か、また別の男かに頼んで用意したんだろうな、と兄は寂しそうに言った。しばらくは落ち込んでいたが、私や両親、そしてのぞみが一生懸命励ました甲斐があり、表情は少しずつ明るくなって、やつれた体もすっかりと元通りになった。今すぐは無理かもしれないけど、いつかまた兄が幸せになったらいいなぁと私は思う。5年後、あれから私も結婚して家族を持ち、今日は実家に家族で遊びに来ていた。ピンポーンと玄関のチャイムが鳴り、ドアが開くと、こんにちはーと大きく元気な男の子の声がした。兄とのぞみの子だ。元気がない兄を一生懸命に家族と一緒に支えたのぞみに兄は惹かれ、のぞみもまた兄の優しさに惹かれ、のぞみと兄は結婚した。私は大好きな二人が一緒になると聞いて心の底から喜び、両親ものぞみちゃんならと大賛成だった。二人は結婚してからあの時のことがなかったかのように穏やかに暮らし、可愛い男の子も授かって本当に仲良く幸せに暮らしている。兄が幸せで、のぞみが家族になって、大好きな人に囲まれている私が、もしかしたら一番幸せなのかもしれないとふと思った。今日は私の誕生日。窓辺に立つと、いつかの日のような爽やかな風が吹いていた。元義士が今どこで何をしているかはわからない。誰かと幸せになっているんだろうか。それともまだ同じことを繰り返しているんだろうか。けれど、私はあの日のことがあって、ますます家族や誰かを大切に思い、愛する気持ちを考え直せたと思う。思えば、元義士は誰かに本当に大切にされることを知らずに生きてきたんじゃないだろうか。だから、あんなめちゃくちゃなことを繰り返してたのかもしれない。大嫌いだけど、不幸を願うこともない。どうか幸せになっていますように。私の名前を兄とのぞみが呼ぶ。私は、今行きますと言ってリビングへと向かった。
もうこんな生活我慢できない。そう言って妻は出て行った。そんな現実を受け入れられず、落ちぶれた俺を救ってくれたのは、とある秘密を抱えた女性だった。俺は稲葉正人、41歳の会社員だ。収入は平均値ほどなので、あまり贅沢な暮らしはできないが、6歳年下の妻との生活に幸せを感じていた。だが、いつまでもそんな日々は続かなかった。残業を終えて家に帰ると、妻がリビングのダイニングチェアに座っていた。この時間まで起きているなんて珍しいな。ただいま。リカどうかしたのか？残業がある日は先に寝てることが多いリカが起きているのは珍しい。高い化粧品のおねだりだろうか。リカはブランド品が好きなので欲しいものがあるとこうやって夜遅くまで起きていたり甘えてくることがたまにあるのだ。少し前にブランドバッグを買ったばかりだし、今回は諦めてもらおうなどと考えながら声をかけると、ゆったりとした動作で彼女が振り返った。リカの表情が険しいが、何かあったのだろうか。もうこんな生活、我慢できないの。突然の言葉に、俺は頭が真っ白になった。日本語を話しているのに、妻の言っていることが全く理解できなかった。彼女が言うには、俺の収入が低いせいで、やりたいことができないから離婚したいらしい。ダイニングテーブルの上には、離婚届が置いてあり、妻の項目は記入済みとなっていた。離婚したくなかった俺は、チャンスが欲しいと説得を試みたのだが、すでに荷物をまとめていた妻は、そのまま俺と離婚届を残して家から出て行ってしまい、結局二度と戻ってくることはなかった。これは後日知ったことだが、行きつけの喫茶店のマスターが、俺の自宅に仲睦ましい様子の妻と見知らぬ男が出入りしていたのを何度か目撃したという。情けないことに全く気がつかなかったが、俺は不倫されていたのだ。俺は心機一転しようと、会社に転勤の要望を出して引っ越しをした。幸いにも会社には転勤を承諾してもらえたので助かった。もうこの家に一人で住んでいたくなかったし、元妻との思い出が色濃い街で生活するのが辛かったからだ。独り身になってからは、俺は酒に溺れるようになっていった。鬱憤を晴らすように毎晩遅くまで酒を飲み、日をまたぐこともしばしばあった。もちろん仕事には支障が出ない程度になるように気をつけてはいたが、以前の生活からは想像がつかないほどの飲酒量となっていた。そんな風に毎日のように飲み歩いていると、常連となる店もできてくるようになった。行きつけである居酒屋のカウンター席に座っていた俺は、残っていたビールを勢いよく家流し込む。稲葉さん、またその話ですか？もう10回は聞きましたよ。俺の愚痴をいつも微笑みながら聞いてくれるアルバイトの女性店員がそう言った。10回じゃない、9回だ。空になったビールジョッキを置くと、俺はムキになって訂正した。どっちでもいいですよ。それより、今日はこの辺にしておいた方がいいと思います。そう言われて気がついたが、確かに酔いがかなり回っている気がする。明日も仕事があるので、これ以上は飲むのをやめた方がいいだろう。まだ少し残っていたポテトサラダをつまみながら、今の状況を思い返していた。どうも酒を飲むとついいろいろと愚痴を言ってしまい、離婚をした時の話も何度も彼女に話してしまうのだ。店主相手にも5回は愚痴を言ったはずだし、他の店員にも3回は話をしてしまい、最後にはもう聞いたと適当にあしらわれてしまったのも覚えている。この個人経営の居酒屋は、リーズナブルな値段で酒もつまみも美味しく、従業員もみんな感じがいいので、数日と間を置かずに通っている店だった。そんなくだらない客の気に何度もした話を、嫌な顔一つせずに笑顔を浮かべて聞いてくれる、
俺より一回りほど年下の女性。秋山かなというその女性に俺は惹かれていた。最初は断りきれずに客である俺の愚痴を聞いてくれているのだと思っていた。ある日彼女が他の常連客の愚痴を聞くのをはっきり断っている姿を見かけたときは、俺の愚痴は少なくとも嫌なものではないのだと安堵したものだ。隣の空席にある食器を片付けている彼女の姿をぼんやりと見つめた。かなちゃんは彼氏いるの？酔った勢いでぶしつけな質問をしてしまったと内心少しだけ焦っていたのだが、彼女はきょとんとした後に小さく首を横に振った。いないですよ。訳があって人とは深い付き合いはしないようにしてるんです。何それ、気になるな。酔いが回りながらも神妙な雰囲気を感じ取った俺は、それ以上の追求はやめておいた。かなに彼氏がいないことに少し気分が浮上する。これは酔いとは別の高揚感だ。こんな気持ちは妻と離婚してからは久々かもしれない。俺は代わりに別の質問を投げかけることにした。もしよかったらさ、今度プライベートで会わない？でも。カウンターを拭いていたカナの手が止まった。顔を伺うと、肯定も否定もせずに戸惑ったような表情を浮かべていた。酔っ払いのざれ言だと思ったかな。その日はとりあえず連絡先だけ交換して俺は帰宅した。後日カナに連絡をしてみると意外にもあっさり会うことが決まった。カナも誘ってもらえて嬉しかったと言ってくれた。最近オープンした話題になっているカフェでお茶をすることになり、いつも居酒屋の制服とは違った私服のカナの姿をその時に初めて見た。俺も仕事帰りに立ち寄るためスーツ姿が多く、私服は新鮮だとカナは楽しそうに言った。会話はとても弾んで、つい長居をしてしまったが、楽しい時間を過ごすことができた。それからはデートを繰り返し、俺とカナは恋仲となった。カナとのデートは何もかもが楽しいものだった。一緒に映画を見たり、ショッピングモールで買い物をしたり、観光スポットで夜景を見たりと、どれも思い返すだけで、目の前にその時の情景がありありと浮かぶ。半年ほど付き合った頃に、俺はカナにもっと一緒にいたいから共に暮らしたいとデート中に伝えた。カナは少し迷っていた様子だったが、最終的には OK をしてくれた。こうして二人の同棲生活が始まったのだった。ちょうど俺の住んでいた家に物置と化していた部屋があったので、そこを使ってもらうことになった。一緒の食器を揃えたり、家事のルールを決めたりと、最初は忙しかったが、最初の1ヶ月くらいは順調だった。同棲生活は毎日がとても楽しかった。プライベートが充実していると仕事もはかどる。お酒もカナと少し晩酌する程度になり、生活リズムも良くなり、以前に比べると格段に健康的になったと思う。何より、カナの作ってくれる食事はどれも最高に美味しかった。居酒屋での経験が生きているのか、お酒に合う料理を作るのもうまい。特にもつ鍋は絶品で、いつも食べ過ぎてしまうくらいだった。カナも喜んで食べる俺の姿をいつも嬉しそうに見ていた。しかしある日、事件は起きてしまったのだ。それは本当に何気ない些細なことがきっかけだった。俺とカナがリビングのソファーでテレビを見ていると、ドラマの CM が流れた。そういえばカナが前に話していた女優も出演するらしいが、CM の中には登場しなかった。カナ、あの女優の名前なんだっけ？ほら、カナが絶賛してた映画の主役だった人。何の気なしに隣に座っているカナに質問をする俺。ちょっと待っててね。少し考える素振りを見せた後に、そう言ってカナは立ち上がると寝室へと歩いていった。すぐに日記帳を持って戻ってくると、ページをめくり出し何かを見つけると、パッと顔を上げて笑顔を見せた。多分、まさみって人じゃないかな。ああ、そうだった。ありがとう。カナ、あの映画絶賛してたよね。
女優の名前がわかり、俺は思い出せてすっきりしたのだが、カナの方は困ったように眉毛を下げた。そうだったかな。なぜか口ごもるカナに俺は明るく言った。忘れちゃった？カナって結構忘れっぽいところあるよね。特に深い意味はなく、思ったことを気軽に言った俺に、カナは表情を固くした。みるみるうちにカナは萎縮していってしまった。ごめんなさい。悲しそうな顔をしたカナに突然謝られてしまい、俺は驚いた。次にカナの口から出た言葉は、さらに俺を驚愕させるものだった。実は私、若年性アルツハイマーなの。最近の記憶は曖昧で、正直、マサトとの楽しい思い出も全部は覚えてない。あまりの衝撃に言葉を失ってしまい、何も言うことはできない俺には構わず、一気に全てを告白してしまおうと思ったのか、そのままカナが続けた。ずっと言おうと思ってたんだけど、嫌われるのが怖くて言えなかったの。そう言うとカナはうつむいてしまった。彼女の肩が小さく震えているのがわかる。そのまましばらく二人の間に沈黙が流れた。長い時間が経った気がしたが、実際は2分くらいしてからだろうか。衝撃から立ち直った俺は口を開いた。俺の方こそ気がつかなくてごめん。正直びっくりしてる。そういえば客と店員の関係だった頃に、カナは人と深い付き合いはしないと言っていたのを思い出した。その時は追求はしなかったが、ここに来てようやくその意味を理解した。無理だよね。今まで通り付き合えないよね。俺を見ずにうつむいたまま、カナは小さい声でつぶやいた。その彼女の言葉に、一緒に暮らし、結婚も視野に入れていた俺は頭が真っ白になってしまった。なんでそんなことを言うんだ？一瞬感情的になりそうになった心を深呼吸をして落ち着かせる。目の前にはうつむき、決してこちらを見ようとしないカナがいる。彼女の顔を見て話がしたいと思った。一つ聞いていい？できるだけ優しく聞こえるように俺がカナに尋ねる。今まであった出来事を全部日記に書いてたってこと？俺の言葉にカナはすんなりとうなずいた。俺と付き合うようになってからは特に事細かに出来事を記録していたと話してくれた。確かに先ほど持ってきた日記には文字がびっしりと書き込まれていて空白というものが皆無だった。そのおかげで俺はカナの症状に全く気がつかなかったのか。ちょっと忘れっぽい程度のもので、それがカナの性格なのだと今の今まで思っていた。嫌いになった？不安そうに小さな声でカナが俺に聞いてくる。とても驚いたけど、嫌いにはならないよ。カナはカナだ。そう俺が言うと、やっとカナが顔を上げてこちらを向いてくれた。笑顔を浮かべているが、どこか耐えているようで、普段の優しい雰囲気の笑顔とは少し違って見えた。結婚とか考えてたよね。ごめんね、マサト。すごく楽しかったよ。笑顔ではいたが、すべてを諦めたように話すカナに、俺は再び衝撃に襲われた。ごめんねだと？すごく楽しかった？まるでもう終わりみたいじゃないか。このままではカナはきっと俺の元から姿を消してしまうだろう。そんな未来なんて冗談だとしても考えたくないくらいに嫌だった。そこから俺とカナの長い長い話し合いが始まった。カナの言い分はこうだった。彼女の病気は最近の出来事を思い出すことができず、映画が楽しかったことも、デートで食べた料理も、行った場所のことも、俺との思い出もすべて頭には残っていない。残っているのは日記に書かれた文字だけだというのだ。こんな私と一緒にいて楽しいわけがないし、マサトを幸せにする自信もないの、と涙ながらにカナが話す姿は、とても痛々しかった。そしてついには、やっぱり人と付き合うのは無理だったの。結婚なんて絶対無理だよ。
と自分を卑下し始めてしまった。カナは己に対する自己評価がやや低いとは思っていたが、ここに来て感情が爆発してしまったらしい。俺の大切な人が己に自信がないことで傷ついている姿は見ていてとても辛い。カナは心の優しい女性だ。彼女がいてくれたおかげで離婚後にやけになっていた俺は救われたのだ。無理だなんて決めつけて諦めないでほしい。俺はカナを愛しているんだ。俺はそんな彼女に優しい声で話しかけた。俺の気持ちと思いがすべて伝わるように。記憶がなくてもカナがカナであることには変わらないことを。カナと一緒にいることに幸せを感じている俺自身のことを。若年性アルツハイマーについては二人で解決策を模索していこう。気がつかなかったが、もしも病院に通っているのなら俺も付き添いたいと前向きな意見を話した。病気については現在進行形で研究が進められているはずだし、数年後に特効薬が誕生するかもしれない。二人でいることによって症状の緩和になるかもしれない。それでもカナは一向に俺の言うことを理解してはくれなかった。自分じゃダメだ、と堅くなだったが、俺は決して諦めなかった。ここで諦めるなんて選択肢はどこにもなかった。未来の俺の隣にはカナがいてほしいと心から思っているから。真剣な表情でカナにありったけの思いをぶつけた。カナ、確かにカナの頭の中には映画のことも俺との思い出のことも記憶としては残らないかもしれない。でもその分楽しかったことや辛かったこと、すべてのことを記録していこう。記憶よりも記録に残そう。俺はそうプロポーズして彼女の両手を優しく包むように握った。俺の彼女への思いと熱意が通じたのか、カナは目を見開いた後にゆっくりと瞬きをして、負けたよと気が抜けたように言った。両手を離すと、カナは涙で溢れた目元を拭って優しい笑顔を俺へ向けてくれた。迷惑をかけるだろうけど、これからもよろしくね。しっかり支えてね。了承してくれたカナに、俺は嬉しさのあまり涙が出そうになったのはここだけの秘密だ。あの口論からその後俺たちは結婚した。カナのウェディングドレス姿は、それはもう俺が今まで見た女性の中で一番綺麗だったことも補足をしておく。結婚して1年ほど経ったのだが、相変わらずカナは忘れっぽいままだ。この前は気になっていると言っていた本について忘れてしまったらしくて、日記を一生懸命に確認していた。そんなカナを微笑ましく見守るのが今では俺の日常となっていた。それでもアルツハイマー治療に実績がある先生がいる病院で治療を続け、今ではちょっと忘れっぽい程度にまで進歩したような気がする。感心したのは、カナが作ってくれる料理はいつ食べても美味しい点だ。やっぱりカナの作るもつ鍋は最高だな。俺が食べながら言うと、よかったとカナが笑顔で返してくれた。正直なところ、本当に作り方を忘れているのかと疑問に思うほどに味は変わらないのが不思議だ。これからもいろいろな問題があるかもしれない。またお互いにぶつかり合うことになるかもしれない。また別れを切り出されるかもしれないし、今度は説得に応じてくれないかもしれない。日記がなくなってしまったら、俺のことなんてカナにとって知らない他人になってしまう恐怖だってある。ただ、今は二人とも前向きに日々の生活を送っている。俺とカナは明るい未来を求めてこれからも一緒に生きていく。